ワクワク UI 探検ツアーというわけで今回はカスケーダーのツールバーを見ていきましょう。始める前に初めから隠されているツールたちをご紹介します。セッティングスからセッティングウィンドウを開き、ツールバービジブルから全てをオンにしましょう。はい、増えたこちらの3つのツールについては最後にまとめて紹介しますね。それでは早速始めていきましょう。1、マニピュレーター。これはモデルやオブジェクトを操作するツールです。端から選択、移動、回転、拡大ができるツールです。ショートカットキーはアイコンにカーソルを載せるとツール名の隣に書いてあります。画面上を自由に動かしたり、軸に沿って動かしたりできます。詳細設定は右のメニューの C セッティングタブのマニピュレーターズの項目にあります。100cm ずつ移動したいとか、45度ずつ動かしたいという時など、距離や角度を指定して動かしたい時に便利ですね。その隣はグローバル軸、ローカル軸の切り替え。グローバル軸はパーツが回転しても軸の方向が同じ、常にワールド方向です。ローカル軸は回転すると軸ごと回ります。軸の方向はパーツごとに異なります。この小さい R はリレーティブの R。これはモーションのコピーに関係するツールですね。右のメニューにあるコピーの設定と連動しています。これをオンにすると指定したピボットとの相対的な位置関係を保ってコピペすることができます。例えばこの隣の椅子にモデルを移動させたいとき、モデルの重心を選択して今の椅子を右クリック、ピボットに設定します。そしてコピー。そしたら隣の椅子を選んでそれをピボットに設定。ペーストすると移動できちゃいます。ローカル軸に切り替えればオブジェクトの角度に合わせてくれます。次にこの下のレールっぽいの。これも R に関連してモーションのコピーに関係するツールです。指定したピボットが動くとき、コピペしたモーションもそれに合わせて動くかどうかを設定できます。使うときはさっきの R もオンである必要があります。その次はテールモード。これは尻尾や指など長いものを巻くためのツールです。このように丸まったように巻くことができます。2、ゴースト。これは前後のフレームの残像を表示するツールです。左端からゴーストを非表示、前のみ表示、後ろのみ表示、前後に表示、選択範囲内のみ表示となっています。ここの鍵マークを押すとキーがあるフレームのみ表示することもできます。左右にある数字で前のゴーストの数、または後ろのゴーストの数を変更できます。その隣はゴーストアウトラインモード。アウトラインをつけることでゴースト同士が重なっても分かりやすいようにします。その隣はシルエットモード。ポーズをシルエット化して動きをより分かりやすく確認できるツールです。3、起動ツール。これはパーツの起動を表示するツールです。起動を表示するにはパーツを選択してタイムラインを範囲選択する必要があります。他のモードは端からポイントの親の起動を表示、ポイントのすべての起動を表示、エッジの起動を表示、エッジとポイントの起動を表示です。ここの小さなカニマークを押すとキーフレームの起動のみ表示できます。南京錠みたいなマークを押すとビューポート上でパーツを選択解除しても起動を表示し続けてくれます。その隣は起動編集ツール。起動の位置を自由に動かせます。ちなみに保管内のポイントを動かしたいときはここのオート固定をオンにしましょう。その隣の T と R の切り替え。これは移動の起動か回転の起動かを切り替えられます。次にこの白い門のアイコン。通常タイムラインの範囲選択を解除すると起動は消えてしまいます。
いちいち範囲選択し直すのは面倒ですよね。そんな時は範囲選択した後、このツールをオンにしましょう。すると、範囲選択を解除しても、軌道を常に表示し続けてくれます。4、物理ツール。これは、モーションの動きを物理的によりリアルにするツールです。例えば、この動きにツールを使い、より自然なモーションにするとします。まずはここをクリックして見本を作成しましょう。反動がつきましたね。そしたら右のメニューからお好みで動きを調整します。いい感じの見本ができましたね。そしたらこの動きを適用しましょう。適用する前にこのオート固定をオンにすると保管範囲内にもツールを適用できます。そしたらここを押して見本にスナップし、動きを適用します。動きが自然になりましたね。これが基本的な流れです。こちらはフリーズ。見本の状態をそのまま維持します。この状態で様々な変更をしても見本には反映されません。こちらはキー優先。例えば、ここだけは元のポーズのままでいいという場合、こちらを押してタイムラインのキーに赤いマークをつけます。すると元のポーズを優先してくれます。右のメニューの設定も軽くご紹介。ここでは追加で様々な物理効果オプションを盛ることができます。ここを押せばタイムラインの選択範囲にだけツールを適用することもできます。見本の位置は動かすこともできます。このように重ねると変化がわかりやすいですね。5、補助系ツール。これはグリッドの表示をオンオフできるツールです。これは画面分割ができるツールです。6、リグツール。これはリグモード、モデルのリギングをするツールです。外部のモデルではこれを設定しないとオートリグモードが使えません。モデルを読み込んだとき、自動でリグモードに入る案内が出ます。この画面を閉じてしまった場合は、ここからリグモードに入りましょう。まずはこの画面を開きます。もしもここが空欄だった場合、各パーツに対応するボーンを設定しましょう。このように簡単に設定できます。そしたら、ここを押します。この画面ではさらに詳しい設定ができますが、基本的にはそのままでいいでしょう。こちらを押して、リギングを終えます。これでオートリグが使えるようになりましたね。その隣はオートリグモードに関するツールです。こちらはモードのオンオフの切り替え。これはリグ固定のオンオフ。ショートカットはシフトプラス Z です。緑色のポイントではシステムが自動計算してポーズを変えてくれるのですが、これを青いポイントにすると自動でポーズが変わらないように固定できます。これはポーズの再計算。自動計算されたポーズが変な時に使うと修正できるかもしれません。これは指のオートリグの表示。指ポーズが簡単に作れます。これは関節の回転リグの表示。このように腕や足をねじることができます。7、視点ツール。これは視点を表示するツールです。視点というのは接触判定のこと。主に地面に手足がついている判定ですね。次に、この小さい仮マーク。これがオンの場合、視点の判定はキーのみで判定されます。この場合、キーだけを見ると足がずっと地面についてますよね。なのでシステム的には、じゃあ保管内も足ついてるってことじゃねと判定をします。でも実際には保管内ではジャンプしてますよね。そこでこの仮マークをオフにすると全てのフレームで判定を行います。すると保管内をより正確に判定してくれるようになります。ですが内部処理的にはオンの状態を使うので基本的にはオンのままにするのがおすすめです。ちなみにこの視点を何のために使うのかというと、
例えば物理ツールを使った時に勝手にジャンプするのを解決します。視点について詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。次にこちらの足跡アイコン。これはモーキャップデータのこのような足滑りを直すのに使います。一回ポチッと押すだけでご覧の通りこんなにも綺麗に直っちゃいます。8、モーキャプ系。こちらは画像や動画からモーションキャプチャができるツールです。このように画像を読み込んで簡単にポーズキャプチャができちゃいます。やり方は画面の通り。タイムラインではキャプチャしたいキーを選択してくださいね。はい。ざっくりといい感じのポーズが作れました。動画の場合もほぼ同じ。動画を読み込んだら、ここのフレーム数を覚えてインポート。さっき覚えたフレーム分タイムラインを伸ばしまして範囲選択します。あとは画面の通り。動画モーキャップの場合結構時間がかかるので注意です。はい。このようなモーキャップが使い放題です。お次はアンベイクツール。外部から読み込んだモーションデータをこのように編集しやすい形にします。右のメニューから処理設定を変更できます。例えばこのようにキーの密度を変えることができます。この3つはアンベイクツールの処理を個別に3分割したものです。どれもモーションを編集しやすいよう最適化してくれるツールたちです。それぞれ端から視点の最適化、視点が正しく認識されるようキーを追加してくれます。タイムラインの最適化。他には IK キーの数を最適化します。オートリグ固定の最適化。固定する必要のない青ポチ固定の数を減らします。固定が少ない方がポーズが動かしやすくなりますね。ヒュー、インビトインツール。これはキーの間の動きをシステムが自動で予測して作ってくれるツールです。正直めちゃくちゃすごい。使い方は簡単。このように2つポーズを作りまして、タイムラインを範囲選択。そしてこちらをクリックします。なんということでしょう。簡単に座り動作ができちゃいました。さて、ここからはおまけ。隠された3つのツールをご紹介します。おまけその1、弾道ツール。弾道とは、人や物が飛んでる時の放物線のことです。オートリグモードでは、デフォルトで弾道は表示されない設定になっています。なので、ここを右クリックして、バリスティックトラジェクトリーズの項目2つをオンにしておきましょう。弾道ツールは、物理的に正しい弾道の見本を作成し、それにスナップして綺麗なジャンプを作るツールです。流れとしては物理ツールと同じですね。例えば、このように乱れたヘナチョコジャンプを直したいとします。まずは、ジャンプ中のタイムラインを範囲選択。弾道見本を作成します。そしたら、オート固定をオンに。見本にスナップして適用します。はい、軌道が滑らかになりました。ですが、回転がまだガタガタですね。なので、お次はこちら。弾道ゴーストという見本を作成します。回転のブレのない見本を作ってくれます。これにスナップ。回転も直すことができましたね。ですが、この処理、実は物理ツールに含まれています。同じような流れで、ジャンプ中の範囲内にだけ物理ツールを適用します。ねえ、同じですね。物理ツールの方がいろんな要素を1回で直せるので便利ですね。ですが、弾道ツールも場合によっては使い分けるといいかもしれません。おまけその2、補助ツール2。こちらはコンポジット。オンにした上で、右のメニューから画面に補助線を表示できます。画面の構図を決めるときに使うものですね。こちらはテクスチャツール。このように画像をインポートするツールですね。
メッシュの選択や表示の設定を少しいじりまして、モデルを選択してテクスチャを追加することもできます。テクスチャを削除するときはこちらかな。テクスチャの追加はドラッグ&ドロップでもできます。どちらを使うかは好みによりますね。というわけで、今回はここまで。いっぱい見てくれてありがとう。それでは次回、またね。